皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方の日常で使えるかっこいい名台詞について紹介していきますよ。東方キャラでは一人一人何かしら名言を持っているけど、一体どんな名言なのか気になるぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは、ナズーリンのネズミを甘く見ると死ぬよです。ナズーリンは清廉戦5年ボストラマル将の部下にして、本物の毘沙門天の部下でもありますよ。そして毘沙門天の代理として信仰を集める将の監視役を任されているぞ。ナズーリンはダウザーの小さな大将という二つ名の通り、能力は探し物を探し当てる程度の能力でもありますよ。この能力でよく将の宝刀を探して当てているんだぜ。本来は毘沙門天の弟子である強力な妖怪で、毘沙門天から使わされて将の監視役になっていますね。彼女は賢いだけでなく、話の筋に関わっているという東方の一面ボスにしては珍しいキャラです。立ち絵もかっこいいがセリフもやたらとかっこいいんだぜ。私と同じようにややボーイッシュな口調が特徴的だぞ。また村雨奈光や、雲井一輪から、聖白蓮の復活に必要なヒクラの破片の探索を任されていました。では実際のセリフシーンを見てみましょう。なんだ、さっきの人間か、紛らわしい。私の仕事を邪魔しないでくれ。仕事ですってネズミのくせに、溜め込んだお米を一つ残らず食べた挙句結局、冬を越せないネズミのくせに、そんなことはない。ネズミをバカにするな。なんだ、ここの宝の反応は、君だったようだ。誠に残念だ。別の宝の反応を追ってみるか。そうですね、ネズミだってバカになりませんね。外の世界のネズミは生態実験には欠かせない尊い生き物。残念だが、ネズミを甘く見ると死ぬよ。おお、小さき者とはいえ非常にかっこいいセリフだな。こちらの名言は東方清廉戦一面ボスであるナズーリンがネズミであることを主人公たちに馬鹿にされ、反論していったセリフですね。こちらのセリフを日常的に使う例で言うと、シンプルに私を甘く見ると死ぬよなどでしょう。またはネズミーランドを子供向けだと甘く見ると死ぬよみたいな感じでしょう。いや2個目のやつに関しては絶対使わないだろ。実はネズミを甘く見ると死ぬよの発言は、中世のヨーロッパでネズミを媒介とした黒死病に由来する発言と思われますね。この病気で全ヨーロッパ国民の半数近くが死に追いやられたようです。まさにネズミを甘く見ると死ぬよだな。ちなみに、地球上から人間がいなくなったとしてもネズミは生き残るそうですね。やはり人間はレアトレードだね。そっちを使うのかい？それでは次に紹介する日常で使えるかっこいい名台詞は、天空小4面で社名丸綾が言った、嫌いじゃないむしろフェイバリットです。綾といえばカラス天狗で、幻想郷の中でもトップクラスの実力を持ちながらも本職は記者なんだぜ。さらに、天空小では異変の取材をしながらも異変を解決するというフットワークの軽さがわかりますよ。では早速、綾の名台詞シーンを見てみましょう。力がみなぎるわー。なぜだろう、こんなに魔力が溢れ出てくるなんて。誰でもいいから、この力を試したい。あはは、間に合った。お前の相手はこいつよ。それじゃあ僕は帰るね。あ、逃げやがった。でも、目の前のあなたも気になります。ついでにお時間よろしいでしょうか？いいよ相手してくれるんだ。相手？インタビューですよね。そうじゃないわ。吹雪が私に力を与えてくれているみたいで、その力をぶつける相手よ。くたばれ天狗野郎。この理由なく好戦的な感じ、嫌いじゃない。むしろフェイバリット。こちらは前回紹介した爆笑セリフの掛け合いでも、ナンバーワンを獲得しただけあってかっこよさも一流。強キャラ感ある余裕のセリフでかっこいいぜ。このセリフは日常での使いやすさも抜群だな。またなるみのくたばれ天狗野郎も気になってしまうんだが、この名セリフを日常で使うなら、例えばもしも何か壁にぶち当たった出来事が起きたらこのピンチの状況嫌いじゃない？むしろフェイバリット、みたいな感じで使うと良さそうです。ピンチの時こそこういったポジティブワードを使いたいもんな。これは日常的に取り入れたい名台詞だぜ。注意点としてはフェイバリットのフェを言うときは、下唇を噛むように言いましょう。急に英語の授業に変更しないで。それでは日常的に使えるかっこいい名台詞第5位は藤原の向こうの思いっきりやらなきゃ、あなたの人生ゲームオーバーです。向こうは迷いの竹林に住む少女で不老不死だぞ。蓬莱の薬を口にしたことによって不死になっていることは霊夢たちと出会った時には自分から喋っていますが、それ以外では自分から喋ることはないらしく、愚問式では天人か何かの類ではないかと考察されていますよ。もちろん違うんだけどな。彼女の父親はかぐや姫こと蓬莱さんかぐやに求婚し、要求された蓬莱の玉の枝を苦心して用意したものの、かぐやにそれを偽物扱いされて恥をかかされてしまったのです。
それ以来、モコウはかぐやにライバル視するようになったんだぜ。迷い込んだ人間を妖怪などから守りつつ出口まで連れて行ったり、急病人を永遠邸まで連れて行くなど、護衛のボランティアをやっています。最近は人助けにやりがいを感じ出したらしいですよ。レイム部長もたまにはボランティアしたらどう？マリサさん、私もボランティア活動はやってますから、レイム部長の食生活を手助けするボランティア活動。癒される側じゃなくてする側になりなさいよ。ちなみに、モコウはあまり人とは関わらないようにしているという情報から人見知りだと言われることがありますが、全くそんなことありません。映画ショーではまんじゅう怖いや、ムキーみたいなイケメンながらも可愛いセリフも持っています。ただ、蓬莱人としては彼が悲しくなるからだろうな。そんなモコウの名セリフを聞いてみましょう。私を普通の人間だと思うな。私は死なない。絶対に死ぬことがない。あの憎きかぐやの所為で。そうよ。いくらあいつが私を始末しようとしても、土台無理なこと。あいつはそれが分かってて使いをよこしてくる。腹立たしいにも程があるわ。ほら、レイム、また乗り遅れてるわよ。よくわからないけど、死なないってことは、思いっきりやってもいいってこと？修正会ね、絶対に死なないのが自慢みたいだし。思いっきりやらなきゃ、あなたの人生ゲームオーバー。もう戻り橋にも戻れない。一方通行の牛蜜時、お望み通り、あなたたちの肝、試させてもらうわよ。これはモコウらしいめちゃくちゃかっこいいセリフですね。このセリフは結構有名なセリフでもあるよな。これを日常で使うなら自分自身に。来週の研究発表、練習から思いっきりやらなきゃ私の人生のゲームオーバーだ。しっかりとリハーサルから本番と思ってやらないとな。みたいな感じに自分に言い聞かせて使うのも良さそうです。シンプルに部下を活気づけるために使うのも良さそうだぜ。ちなみに、足としてあなたの人生レイムオーバーというのもあるので使ってみてください。どうやって使えばいいんだよ。では、次に紹介する日常で使えるかっこいい名言第4位はマリサの弾幕はパワーだぜ。出ました。マリサの超名言。これは映画賞の弾幕はパワーだよという発言から引用されてマリサのお決まりの語尾である、何々だぜにしたものなんだぜ。ちなみにこの名言の通り、ゲーム本編でも一貫してパワー重視の機体となっています。ご存知の通り、映画賞の弾幕はパワーだよの他に書籍で東方寸さんの著作&監修の愚問式の中で、派手でなければ魔法じゃない。弾幕は火力だぜ。というセリフがあります。これらが二次創作やら何やらで混ざって生まれたのが、弾幕はパワーだぜというセリフみたいだぜ。それでは、マリサの実際のセリフを聞いてみましょう。月は元に戻ったのか？いや、こいつじゃないわね。やっぱりさっきの、私に勝ったからって、師匠にかなうと思ってるの？負けるはずがないわ。なんだか、貧弱そうだったしな。今回は、力では私の負けを認めるけど、師匠は、月面一の頭脳の持ち主、あんたらみたいなバカともなんか勝負になるはずがないわ。弾幕に頭脳？バカじゃないのか。弾幕はパワーだよ。そういうこと言うからバカ扱いされるのよ。弾幕はブレイン、常識よ。やっぱり弾幕はパワーだよって言い切っているところマリサらしくてかっこいい。またアリスの弾幕はブレインも名言ですね。この弾幕はパワーだぜを日常に使うなら、マリサさんが思うにどうすれば、この企画が成功することができる？私は念入りに考えるべきだと思うのよ。考えるだと？成功はパワーだぜ。パワーをつければメンタルも体力もつくからな。成功はブレインも大切だけどね。みたいな感じでしょう。かっこいいセリフなんだが、またネタとしても使えるんだぞ。数学はパワーだぜ。お酒はパワーだぜ。みたいに適当なものにパワーをつければ、ネタとしても使えるんだ。なるほど。いちごパンティはパワーだぜっていうのはありですか？もちろんなしです。それでは、かっこいい名セリフ第4位はレミリア・スカーレットの歴史ばっかり見ているお前には、運命は変えられないよです。東方高魔教の舞台である高魔館の主で、500年以上の歳月を生きてきた吸血鬼の少女。レミリアは高魔教の異変公務異変の原因にしてラスボスなんだぜ。なんと8万人の命を奪ったドラキュラ伯爵のモデルであるブラド・ツェペシュの末裔を名乗っていて、スペルカードにも彼の名を冠したものがありますが、実際の血縁関係にはないですね。常日頃から退屈していて、気まぐれで突拍子もないことを思いついては周りを振り回していて高魔館は毎日賑やか。口調も最初は丁寧なものだったのですが、現在ではややボーイッシュでフランクな話し方をしていますよ。それではレミリアの名セリフを一緒に見ていきましょう。わからんのか？そもそも人間はいなかったことにした。今、ここの里の歴史は全て私が保護している。昨夜、妹の家庭教師にいいんじゃない？郷土歴史学の先生って感じで、うちにはもう知識人はいりませんわ。いいか、もう一度言う。ここにはもともと何もなかった。人間も人間の里もだ。どうも、その言い方が引っかかるのよね。お嬢様、少々時間をいただけますか？急いでるんだけどね、ものすごく。そこの悪魔の歴史も私がいただこうか？偉そうね。
白卓のくせに、歴史ばっかり見ているお前には、運命は変えられないよ。お嬢様、時間をいただいてもいいのですね。しょうがないわね。ちょっとなら、私の時間も使ってもいいわ。運命を操る程度の能力を持ち、常識にとらわれないレミリアらしいかっこいいセリフですね。このセリフは有名だけど、やはりかっこよさはピカイチのセリフだぜ。こちらを日常的に使う場合、例えば、ケイネ先生よりも頭の固い過去の自慢話をしてくる人に、過去の栄光ばっかり見ているお前には、運命は変えられないよと言ってみるといいですね。おお、それめちゃくちゃ使えるな。かっこいいし、スカッとしそうだぜ。小学生の時から天才児と言われた私が改良した言葉なので、過去の栄光ばっかり見ているレイム部長には、運命は変えられないよ。それでは日常に使えるかっこいい名台詞第2位は、たたらこ傘の無駄こそが美しさ。予定通りの人生は悪夢のようなものよです。今聞いただけだけどこれもまたかっこよすぎるセリフだぜ。彼女はもともとは単なる忘れ傘だったのですが、誰にも拾われることなく雨風に飛ばされているうちに妖怪となったのです。原因は、サナエ曰くナスみたいな傘のデザインが不人気だったからですよ。そんな人間たちを見返すために人々を驚かせているんだよな。しかし驚かせ方はいまいちであまり驚いてくれないようだぞ。小傘の一番の特徴でもあるオットアイはズンさん曰く、一つ目の傘お化けをイメージしてオットアイにしたとのこと。性格は不遇な生い立ちとは思えないほど明るく気さくで人懐っこいですね。まさに雨にも負けずといったところですか。レイム部長の名セリフ使っていいですよ。顔がうざいから使わんとこ。東方文化新報では人懐っこい性格から、聖賀と吉川インタビューの撮影に余白があるからと、3人で一緒にピースしながら撮影というあまりにも可愛いシーンがあります。小傘はちょっと引いてたけどね。不人気で捨てられたことを気にしていて、戦闘会話でその話に触れるとテンションが下がって落ち込んだりと感情豊かなのが魅力。かわいい。そんな小傘はセリフもなかなかのおしゃれさん。ちょっと待ってよ。何よ、ただの妖怪のくせに。そんなに世間に扱わなくてもいいじゃない。最近暇なのよ。私は目の前の船を追っているの。あんたみたいな雑魚に構っている時間なんてない。船を追っているんなら私と遊びながらでも追えるじゃない。妖怪が暇なのはいいことだわ。どうせ退治されるだけの存在なのに。でも、数が多すぎて全部退治できないからあんたはまた今度ね。これだから人間は面白みがないね。なんで無理にでも余裕を作らないのかしら。余裕を持って行動できないのかしら。宝船なんてまたいつか見つかるよ。今の私にとって余裕なんて無駄よ。少しの時間も余らせたくないの。無駄こそが美しさ。予定通りの人生は悪夢のようなものよ。道具だって機能だけじゃ美しくないもの。無駄な部分こそが妖怪たる。つくも神に説教されたくないわよ。あんたを倒しながら追えばいいんでしょといったように道具の妖怪のつくも神らしい名台詞ですね。人生思い通りに行き過ぎても楽しくないからな。きつい壁を乗り越えてこそ美しく輝くものですよね。これを日常で使うと。レイム部長、何頑張って努力してるんだよ。そんな努力をしても辛いだけだよ。無駄こそが美しさ。予定通りの人生は悪夢のようなものよ。もしかして今日ってスカットジャパンランキングなのか？めちゃくちゃ使ってみたいし、努力を否定するやつや、足を引っ張るやつって意外といたりするから使ってみたいぜ。小傘もかなり不遇な妖怪ですが、ベビーシッターをしたりと努力によって最近では人間にも認識し始めたので、私たちも小傘のように美しく生きていきましょう。決まった。それ言わなかったらよかったのに。では、かっこいいセリフランキング第1位は、東方漢樹伝に登場する、月の都の住人の一人である鬼神サグメの、運命は逆転し始めたです。短い文章で使いやすいのにインパクト抜群だな。彼女の種族としては神霊という部類に入るのですが、神とも鬼とも精霊ともつかない得意な性質を持っています。月の都を襲撃から守るために凍結した月の賢者の一人であり、ほとんどの月人が避難した中で月の都に残っていた数少ない月の民です。凍結から約半年が経った時、本物の月の都にやってきて、地球から月への通路に配置していたドレミーを突破してきた、主人公たちの実力を試すために戦うことになります。敗れた後は主人公たちの実力を認め、実は月の都の方が襲撃されているという重大な事実を伝えたのです。この戦闘はあくまで腕試しであり、敗北してもボロ絵にならないですね。さすがは最強クラスのキャラ揃いの月の民なだけあって強キャラ感がわかるぜ。ちなみに外来異変1のズンさんのコメントによるとボロ絵自体は用意していたようです。口を押さえているのは、かっこつけなわけではなく、能力によるものですよ。サグメの能力は口に出すと事態を逆転させる程度の能力だぞ。この能力を解説するにはあまりにも時間が足りないので、次回詳しく解説していくので楽しみにしていてくださいね。サグメも謎多きキャラだから楽しみだぜ。そんな見た目も天使のようなかっこいいサグメのセリフがこちら。攻撃したら急に喋るようになったわね。私はサグメ、言葉で世界を方向転換させる力を持っているの。だからうまくいってる時にはあまり喋ってはいけないのよ。
ちは災いの元ってね。へえ、でも急に喋り出したってことは、これから破滅的な手段にて新しい展開が始まるでしょう。私はあなたに乗るわ。破壊者はあなたになる。はい？幻想郷に攻めてきたのはあなたたちでしょ？破壊者はあなたたちじゃ。本当に侵略を受けているのは月の都なの。それも我々月の民には手が出せない方法で、全滅を回避するために幻想郷への移住を検討していたの。もっとも、月の民たちはそんなこと知らないのですが、月の都が侵略されてそれで幻想郷を侵略？とんだご都合主義ね。ですが、その運命もたった今逆転し始めた。幻想郷への移住は成功しないでしょう。その代わり、地上人であるあなたが月の都を救うのです。さあ、私が口にするわ。もうあなたは運命から逃れられないわよ。運命は逆転し始めた。いざ敵の本拠地、静かの海に向かえ。うおー、今すぐにでも使いたいほどのかっこいい名台詞だぜ。サブメはちょっと設定が中二っぽいキャラなだけあってセリフも抜群のかっこよさでしたね。では、これを日常に使うとこうなります。今まで大変な思いをしていたけど、私はここまで継続して努力を行ってきた。そう、運命は逆転し始めたんだ。いざ敵の本拠地、どこどこに向かうぞ、みたいに自分に自信をつけさせるために使うと良さそうです。今は春で新しいことが始まることが多いからこれは積極的に使ってみたいぜ。さて、今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きなかっこいい名台詞があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。